なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者第1章魔王学院編第25話ミーシャの秘密第26話2度目の勝負朗読を始めます。魔王学院の不適合者第25話ミーシャの秘密。さて、ミーシャ。祭壇を振り向く。ミーシャは俺の近くまで歩いてきていた。今度は聞かせてくれるか？じっと彼女は俺を見つめてくる。サーシャのこと？お前のことだ。そう口にするとミーシャは無表情のまま黙り込む。知りたい。友達だからな。ミーシャはわずかにうつむいた。言いたくないか？ふるふるとミーシャは首を横に振った。言いたくなかった。なかった。ということは、気が変わったか？コクリ、と彼女はうなずく。アノスは友達。それに優しい。そうか。ミーシャは無感情な目を俺に向けた。15歳の誕生日、午前0時に、私は消える。淡々とした口調で、彼女はそんな告白をした。魔法人形と呼ばれていたことと関係があるのか？そういう術式を組んでいれば特に驚く話でもない。魔法人形というのは正しくない。比喩だという意味か。ミーシャネクロンは存在しない。ふむ。なるほど。そういうことか。これまでの経緯で大方の事情は読めたな。つまり、お前はもともとサーシャだったというわけか。そう口にすると、驚いたようにミーシャが2度瞬きをした。どうしてわかった？ゼクトの契約を一方が強制破棄するのはまず不可能だ。莫大な魔力の差があれば別だが、お前とサーシャの魔力は似たり寄ったりだからな。にもかかわらず、あいつは、ゼクトを代償も支払わずに破棄した。考えられることは一つしかない。ゼクトを使った者同士の合意によって、契約は破棄された。お前とサーシャが同一人物であるなら、どちらか片方の判断で簡単にそれができる。自分自身で調印した、ゼクトの破棄がたやすいようにな。アノスは賢い。褒められるほどのことではないのだが、まあ、この時代のものは一人の人物を二人に分ける魔法があることなど知るまいか。ディエルガ、か、それに類する魔法だな。分けられた体と魂は、次第に本来あるべき形に戻っていく。コクリ、とミーシャはうなずいた。私は魔法で分けられた疑似人格、本来は存在しない。15歳の誕生日にはサーシャに戻るだけ。だから、あの子は私を魔法人形と呼んだ。仮初めの命だから魔法人形、か。道理で同じ魔力、同じ血統でありながら、ミーシャを白服にしているわけだ。すぐに消えることがあらかじめ分かっていたのだ。アイビス、ネクロンの仕業だな。またしてもミーシャは驚く。どうやら、図星のようだな。どうして？ディエルガは簡単な魔法ではない。この時代にそれが使えるのは限られている。また胎児の時でなければ成功率が低くなる。お前たちはアイビスの血族だしな。奴がやったと考えるのはそう的外れじゃないだろう。それに奴には理由がある。ディエルガと一緒に、お前たちに融合魔法を施しているのだろう。魔力と魔力を融合させる融合魔法だが、その術式には融合時間が有限という欠陥がある。俺が改良した融合魔法の術式とて、二つの魔力を無限に融合させておくことはできない。だが、本来一つのものを二つに分ければ話は別だ。ミーシャとサーシャが一人の人物に戻ろうとする力を利用し、融合魔法の欠点をなくすことをアイビスは思いついた。ディエルガで二つに分け、融合魔法で魔力を増幅させれば、本来の人物よりも何十倍、あるいは何百倍といった魔力が得られるだろう。本来は一つのものであったため、融合魔法の欠点により再び分離してしまうということはない。もっとも、どう考えても、かなりの無茶をしている。術式の複雑さはもとより、魔法行使の難度、そしてサーシャへのリスクは莫大なものになっているだろう。身に余るだけの魔力を得て、体が持つかどうか、あるいはその前に精神がやられるかもしれぬ。まあ、アイビスは腐っても、俺が直接生み出した魔族だ。そのあたりはうまくやったのだろうな。それ以外にも可能性は考えられるが、どうだ？ミーシャはうなずく。俺の推測が正しいという意味だろう。ギノジクセス。
それがサーシャにかけられた魔法か？コクリ、とミーシャはうなずいた。ディエルガ、と融合魔法の術式を組み合わせて作った魔法だろう。より強い魔族を生み出すために開発したに違いない。もともと、融合魔法を研究していたのも、それが目的なのかもしれない。だから、誕生日には会えないって言ったんだな。ミーシャはうなずく。ごめんなさい。何を謝る？黙ってた。そんなことを気にするな。言いたい時に、言いたいことだけ言えばいい。ミーシャは目を伏せ、つぶやくように言った。普通に過ごしたかった。俺が視線で問いかけると、続けて彼女は言う。私が生まれた時から、運命は決まっている。私は消えてサーシャだけが残る。それでも、いいと思った。15年が私の一生。人間ですら短すぎる寿命だ。魔族であれば、一瞬とも思えるほどわずかな生だろう。その分だけ、思い出が欲しかった。でも、私に話しかける魔族はいない。ネクロンの片割れは、存在しないことになっているから。それは魔王学院でも同じ。ふむ。確かにミーシャが他の魔族と話しているところを見たことはないな。エミリアでさえ、事務的なやりとりしかしようとしない。そう思ってた。ミーシャの目が強く、まっすぐ、俺を見つめる。アノスが話しかけてくれた。友達になってくれた。家に連れて行ってくれて、ご両親と楽しくお話しした。ミーシャは笑う。くだらない。ただそれだけの思い出を、大切に抱えるように。私の一生には、奇跡が起きた。俺がただ気まぐれに誘っただけのことが奇跡だという少女が、これまでどんな過去を歩んできたのか、それは想像に難くない。この時代は確かに平和だ。それでも、悲劇がないわけではない。アノス。彼女が俺を呼ぶ。私の名前を呼んでくれてありがとう。嬉しかった。まるで明日が来るまでに言っておきたかったとばかりに、そんなバカなことをのたまうミーシャの頭に、俺はそっと手をやった。どうしたの？いいのか？それで、本当に満足か？ミーシャはうなずく。怖いものはない。初めて会った時も、そんなことを言っていたな。私は初めから、どこにもいないから。やれやれ、まったく、困ったものだ。お前はここにいる。俺が認めた初めての友達だ。まさか、俺が友を見殺しにするとは思っていないだろうな。一瞬、ミーシャは目を丸くする。けれども、すぐに首を横に振った。アノスでも無理。私は初めから存在しない。それが元に戻るだけ。死ぬわけじゃなくて、消える。生き返らせることはできない。インガルは死んだ後も残る魂。もっと深淵を除くなら魔力の源であるその根源を元にして蘇生を行う。だが、ミーシャの根源は、そもそもサーシャのものなのだ。ミーシャが消えた後に、インガルを使おうとしても、蘇生の元となるミーシャの根源はどこにも存在しない。魂と体をずっと二つに分けておくことはできない。本来は一つのものを、魔法で二つに分ける。その限界が15年だ。15年経ち、元に戻らない魂と体は、生き続けることはできない。そもそも、今のサーシャとミーシャに分かれた状態が不自然なのだ。魔法というのは一時的に不自然なことを起こせるし、不自然な状態を元に戻すこともできる。だが、その不自然を魔法で維持し続けることはできない。もしも、そうすれば、必ずどこかに歪みが生じる。ありがとう。なぜ礼を言う？アノスが優しいから。わからないな。優しいというのは良い言葉だ。だが、それで救えるものなどない。ふるふるとミーシャは首を振る。私は救われた。だから、大丈夫。何が大丈夫だというのか。そう思っていたら、ミーシャは背伸びをし、俺の頭を撫でた。よしよし。わけのわからぬことをする。それは、何のつもりだ？悲しそうだった。悲しい、俺がか？悲しいのはミーシャだろうに。彼女は俺の問いにうなずいた。私と友達になって後悔した？なぜそんなことを聞く？一瞬、口をつぐみ、それから彼女は言った。ミーシャネクロンは存在しない。無表情でただ淡々と告げる彼女は、自分が消えることよりも、俺が消えて亡くなる友達と仲良くなってしまったことを案じている。バカめ。この大バカ者め。
俺はその細い体に手をやって、思い切り抱き寄せた。アノス？俺には知らぬことが2つある。強く、ミーシャを抱きしめる。お前は確かにここにいると訴えるように。何？後悔と不可能だ。俺に抱きしめられながら、ミーシャはその無機質な瞳を向けてくる。言っただろう。俺は魔王の始祖だ。お前の願いを叶えてやる。ミーシャは無表情のまま考える。戸惑っているようにも思えた。仲直りがしたい。サーシャということだろう。それが、私のお願い。この後に及んで出てくるのがそれか。まあ、俺が始祖だと信じることはできないのだろう。俺の言葉が嘘にならぬように、俺に後悔をさせぬように、気遣っているのだ。難しい？心配するな。不可能は知らぬと言ったはずだ。ミーシャから手を離す。祭壇の間の大扉へ向かい、俺は歩き出した。どこへ行く？サーシャのところだ。仲直りするんだろ。俺が笑いかけると、ミーシャはほんの少し嬉しそうに微笑んだ。ミーシャ、一つ約束をしないか？ミーシャが俺に目を向ける。最後の瞬間まで明日があると思って生きろ。彼女は沈黙する。普通に過ごしたいんだろ？そう口にすると、ミーシャはうなずき、言った。わかった。よし。なら、とっととサーシャを捕まえるか。俺たちは元来た道を引き返す。ぼーっと前を見つめ、とことことミーシャは歩を進める。怖いものはない、と彼女は言った。自分は存在しないのだから、と。果たして、本当にそうか？お前はもう諦め、受け入れたのかもしれぬがな。しかし、見ているがいい。俺は、アノス・ボルディゴードだ。第26話、2度目の勝負。地下ダンジョンの上層へ向かい、俺とミーシャは階段を登っていた。追いつく？ミーシャが尋ねてきた。サーシャが、フレスの魔法を使えないようにしてあるとはいえ、同じペースで歩いていては当然追いつかない。向こうは走っているかもしれないしな。大丈夫だ。俺はわずかに足を上げ、トン、と踊り場の床を踏み鳴らす。ガガ、ドドドドドー、と地下にあるダンジョンが大きく揺れ始めた。立っているのさえ難しいほどの振動だ。捕まれ。俺の手にしがみつき、ミーシャは振動になんとか耐える。約1分ほど続いたか、ようやく揺れは収まった。もう離してもいいぞ。ミーシャはそっと手を離した。何をした？少し地形を変えて行き止まりを作った。これで嫌でも追いつく。俺たちは先へ進む。やがて階段を登り終えると、目の前に明るい空間が現れた。来た時に通った自然魔法陣の部屋だ。そこにサーシャがいた。途方に暮れたように、立ち尽くしている。来た時はあったはずの通路がどこにもないためだろう。先ほど、俺が足を踏み鳴らしたことで、地形が大きく変わり、行き止まりとなっている。よう、サーシャ。声をかけると、ビクッと体を震わせ、彼女は振り向いた。王爵を握りしめ、身構えている。これも、あなたの仕業かしら？部屋が行き止まりになっていることを言っているのだろう。さて、裏切り者に教えてやると思うか？サーシャが視線を険しくする。俺の狙いが読めず、警戒しているのだろう。王爵が欲しいなら、私を殺せばいいわ。何？ミーシャがお前と仲直りをしたいと言うからな。サーシャは目を丸くし、そして苛立ちをあらわにした。バカじゃないの。あなた、ついさっき私に何をされたか、もう忘れたの？鋭く発せられた言葉。けれども、ミーシャはただまっすぐサーシャを見返すばかりだ。呆れたわ。本当にバカなお人形さん。アノス、あなたもよ。こんな子の言うことを真に受けるなんてね。いい？あなたが随分と入れ込んでいるその子は存在しないの。命も魂もない。明日になれば消えるだけの、ただのガラクタ人形よ。ふむ。それは先ほど聞いたが、だからなんだ？俺の言葉が予想外だったか。サーシャは返事に窮する。そう、話したの。お人形さんのくせに、随分と生きているみたいに振る舞うじゃない。消えるのが怖くなったのかしら？サーシャがあげつらうように言う。違う。何が違うのよ。私が消えるのは決まってる。怖いものはない。淡々とミーシャは言った。
でも、その前にサーシャと仲直りしたい。それだけ。きっと彼女はミーシャを睨みつける。本当のことが知りたい。何よ？珍しく躊躇したように、ミーシャはおずおずと聞いた。サーシャは私のこと、嫌い？その質問にサーシャは答えなかった。彼女は俺の方を向き、こう言った。ねえ、もう一度、勝負しないかしら？何を言い出すかと思えば、懲りない女だな。どんな勝負だ？私がこれから魔法陣を描くわ。その魔法陣を初見で魔法行使できればあなたの勝ち。できなければ、私の勝ち。他人の構築した魔法陣を使い、魔法行使するのは難しい。それも、何の魔法か分かっていなければ、初見で術式を完全に理解しなければならない。普通なら、魔法陣を描く側が圧倒的に有利な勝負だろう。相手が俺でなければな。いいのか？そんな俺に有利な方法で、もっとハンデをつけてやってもいいぞ。問題ないわ。あなたにだって絶対にできないもの。自信がある。というわけか。面白い。何をかける？あなたが勝ったら、あの子の質問に答えてあげる。お前が勝ったら？私の命令に従って、魔法を一つ使ってもらうわ。奇妙な条件だな。何の魔法だ？あら？確かめないと、怖くて勝負もできないのかしら？ほう、なかなか煽り方の分かっているやつだな。自分の命令には絶対服従という範囲の広い条件ではなく、あえて魔法を一つ使ってもらう、としたのはそれだけ、ゼクトの強制力を高めるためだろう。もともと、ゼクトは生半可な代償で破棄できるものではないが、それだけ俺の魔力の高さを警戒しているというわけだ。条件をシンプルに、限定的なものにした方が、ゼクトの強制力は強く働く。いいぞ、受けて立とう。サーシャは満足そうに微笑し、ゼクトの魔法を使った。内容を確認し、俺はそれに調印する。それで、その魔法陣は？これから描くわ。サーシャはキビスを返し、歩き出す。彼女が立ち止まったのはちょうど部屋の中心だ。静かに瞳を閉じ、まっすぐ立てた王爵を両手で持った。魔力の粒子が立ち上り、彼女の足元に魔法陣になる原型の魔力円が浮かんだ。その円は次第に大きく広がっていき、部屋全域に及ぶ。かなりの規模の魔法陣だ。本来のサーシャの力では少々手に余る、といったところだが、王爵と不死鳥の方へが彼女の魔力を底上げし、魔法陣の構築を補助していた。魔力円に魔法文字が浮かんでいき、次々と魔力門が現れていく。十数分が経過した。サーシャは未だ魔法陣の構築を言っているが、俺にもまだ何の魔法を使うつもりなのかがわからない。理由は2つある。1つは、この魔法を俺が知らないということだ。神話の時代にあった、どの魔法にも似ていない、2000年の間に、新たに開発された魔法というわけだ。あるいはサーシャの自信からして、彼女自身が開発したものかもしれない。もう一つは、魔法陣がまだ全くの未完成だからである。見たところ、1割もできていない。これでは選択肢が多すぎて、さすがの俺も、どんな魔法なのか絞り込むことは不可能だ。いつまでかけるつもりだ？心配しなくても、明日の0時までには間に合うわ。その子が消えるまでにはね。魔法陣の構築ペースから考えれば、完成は明日の0時ギリギリといったところか。なるほど。大方、俺の時間を奪う作戦なのだろう。ミーシャが消える前に魔法行使を行おうとすれば、焦って失敗するかもしれない。とでも考えたか。あるいは、それ以外にも何か企んでいるかもしれないな。あら？ちょっとは焦ってきたかしら？俺に勝負を挑むんだから、せいぜい万全を期すがいい。どんな小細工を浪そうと、無駄なことだ。大した自信ね。見てなさい。今度ばかりは私が勝つわ。判別対抗試験であれだけ実力差を見せてつけてやったというのに、どこからその自信が出てくるのか。サーシャは俺の力がわからないわけではないのだからな。面白い。その無謀な勇気に免じて、魔法陣が完成するまで見ないでおいてやろう。俺はその場に座り込み、魔眼を閉じる。テルの魔法を使い、時間がわかるようにしておいた。サーシャは魔法陣の構築に集中している。これだけの規模だ。少しでも間違えれば、
時間に間に合うまい。それは彼女の誇りが許さないだろう。なかなかの集中力でサーシャはミスなく魔法陣を描き続ける。やがて日が暮れ、この部屋に月明かりが差し込んでくる。ミーシャはじっと姉の姿を見ていた。必死に魔法陣を構築する。その光景を目に焼き付けようとするように、瞬きすら惜しみ、視線を注ぎ続けている。そうして、刻一刻と時は過ぎ、テルが夜の11時45分を示した。次回は、魔王学院の不適合者、第27話、嘘、第28話、始祖の答え、高評価、チャンネル登録、お願いします。